最近ただ外を歩くだけで、普通に命の危険があるんじゃないかって感じることありませんか？あ、本当にそうですよね。ですよね。リスナーのあなたも日々のニュースで連日のように更新される最高気温とか異常気象の警戒アラートを見るたびにどっかで不安を抱えてるんじゃないかなって思うんです。ええ。本日の深掘りではですね、そんなあなたの未来の住まい、そして命に直結する非常にスリリングで実用的なテーマをお届けします。はい。実は先日、ものすごく興味深い資料の束を読み込んだんですよ。ほう。2026年3月に作成されたばかりの日本の二気化サバイバルガイド、そして気候変動と不動産に関する最新の分析メモなんですけど、なるほど。最新のデータですね。そうなんです。なので本日のテーマはズバリ、2026年から2036年における日本国内の住み環境の未来予測、これについて徹底解説していきます。ええ。私たちの日常の根幹を揺るがす極めて重要なテーマになりますね。本当にそうですよね。私たちがかつて誇りとしていた、春はお花見をして、秋は紅葉を楽しむといった情緒豊かな四季は、データを見る限り、事実上崩壊しつつあります。いやー、悲しいですけど現実ですよね。今は体温を超える酷暑がどこまでも続く長い夏と、短くも突然牙を剥く厳しい冬が、交互に訪れる日気化が常態化していますからね。本当、春と秋ってどこに行っちゃったんでしょうね。ええ、あっという間に過ぎてしまいますよね。気がつけば、なんかコートを脱いだ翌週にはもう半袖を着ているような感覚です。まさにその通りです。で、今回のミッションなんですけど、この過酷な二気化という現実の中で、私たちの住まいとか不動産の価値がどのように激変しているのかを読み解くことなんです。はい。過去の常識やカレンダーという古い概念を一度捨て去って、最新データに基づいた新しい生き方の最適解をあなたと共に導き出していきたいと思います。ええ。単なる悲観論ではなくて、これから私たちがどうやってこの環境に適応し、賢く生き抜いていくかという、非常に前向きな生存戦略の話になりますからね。よし、ここから少し解像度を上げていきましょうか。まずは、不動産価値のパラダイムシフトについてです。パラダイムシフトですね。これ、資料を読んでいて私が一番ハッとしたところなんですけど、これまでの家探しの常識がですね、完全に、ひっくり返っている。そうなんです。完全にひっくり返っているんですよね。駅地下や都心へのアクセスといったかつての絶対条件のことですね。まさにそれです。少し前までなら、駅から徒歩5分以内とか、都心まで電車で30分。あとは高層タワーマンションの上層階なんていうのが、誰もが憧れるステータスでしたね。そう、資産価値の絶対的な基準でしたよね。でも、2026年現在のデータを見ると、投資家や家を買う人たちの目がもっとシビアな現実に向いているんです。ええ。例えるなら、豪華なシャンデリアが飾られたホテルのスイートルームよりも、よりもどんな巨大な嵐が来ても停電せず、水没しない頑丈なシェルターを血金になって探しているような、そんな状態なんですよ。そこで非常に興味深いデータがあるんです。今の不動産の価値を決める新たな最重要指標が利便性から生存確率へと完全に置き換わっているという事実です。生存確率。なんだか SF 映画とかゾンビパニックの世界みたいな言葉の響きですけど、ええ、でもこれ大げさな比喩じゃないんですよね。決して大げさではありません。気候変動による物理的脅威はもはや局地的な災害ではなく日常的なリスクになりましたから。はい。本州の都市部では40度を超える酷暑が常態化して5月や10月でも真夏日を記録します。いやー、本当に暑いですからね。さらに深刻なのが線状降水帯による内水氾濫なんです。内水氾濫、ニュースでも最近よく聞きますけど、要するに川が氾濫するのとは違うんですよね。はい、違います。都市部のアスファルトに覆われた地面に下水道の排水能力をはるかに超える猛烈な雨が短時間で降ることで起こります。行き場を失った水が溢れ出すわけですね。その通りです。都市のインフラは1時間に50ミリ程度の雨を想定して作られていることが多いのですが、今は1時間に100ミリを超える雨が頻発しますから。物理的に処理しきれないと。ええ。さらに海面上昇や台風の大型化による高潮リスクも重なっています。夏場にスーツを着てアスファルトの上を歩くだけでサウナ状態なのに、いきなりバケツをひっくり返したような雨が降って、あっという間に駅前が水没する。そういう状況です。これではいくら駅から近くても安全に暮らせるとは言えませんね。だからこそ
2026年の投資家や賢明な居住者は、駅からの距離ではなく、その土地で10年後もエアコンの室外機が水没時に稼働するかを重視しています。室外機が水没したらアウトですからね。浸水せずに安全に活動を継続できるかという生存確率を厳密に計算に入れているのです。なるほど。10年後も安全に暮らせるかという生存確率のテストですね。はい。ここで今音声を聞いているあなたに問いかけたいと思います。今あなたが住んでいるその場所、あるいは窓から見えるその景色は、10年後の生存確率という厳しいテストに合格できるでしょうか？重要な問いですね。少しドキッとする問いかけかもしれませんが、この当事者意識を持つことが今日の深掘りの重要なスタートラインになります。その通りです。ではその厳しいテストに合格できる場所、つまり新たな約束の地はどこにあるのか、ここに目を向けていきましょう。はい。本州が40度の酷暑にあえぐ中、なんと最高気温が30度前後でとどまる北海道が今とんでもないことになっているんですよね。北海道の道央や道東エリア、具体的には旭川、帯広、そして釧路などがそうですね。はい。今や単なる夏の避暑地ではなくて、企業のバックアップ拠点や長期滞在型リモートワーク地として需要が爆発しています。昔なら定年後にのんびり移住する場所みたいなイメージでしたけど、今は現役世帯とか企業がこぞって北上していると。はい。例えば釧路の涼々な気候は、膨大な熱を発するデータセンターの誘致に極めて有利に働いています。サーバーを冷やすための。そうです。サーバーを冷却するための電力を大幅に削減できるからです。なるほど。さらに、千歳や苫小牧周辺では、ラピドスなどの次世代半導体工場の進出が相次ぎましたよね。半導体。確かに精密機械の製造には安定した環境が不可欠ですよね。その通りです。気候の安定性が高く評価され、そこに高度な技術を持つ人材が家族連れで大規模に移住してくる。はいはい。結果として周囲のインフラが整備されて地価の継続的な上昇を引き起こしています。まさに気候と産業のリンクが新しい経済圏を生み出しているわけですね。恒例と言えますね。ここからが本当に面白いところなんですけど、この生存確率を求めた第2動のパラダイムシフトは何も北海道だけの話じゃないんですよね。違います。本州に目を向けると高標高レジデンスという概念が急浮上していると資料にありました。はい。ここで少し視点を変えてみましょお願いします。今リスナーのあなたが頭の中に思い描く一等地のイマージを密集した都心のビル群から等高線が整地に描かれた地形図、地形図。そして広々とした美しい高原の風景へとスライドさせてみてください。いいですね。例えば標高800メートル以上の八ヶ岳山麓や知の軽井沢といったエリアです。標高800メートル以上。少し前までは夏休みにゴルフに行ったり、リタイア層が優雅に過ごす別荘地というイメージでしたよね。それが2026年現在、なんと常住地としての価値が急騰しているんです。常住地、つまりずっと住む場所ですね。連日熱帯夜が続く都市部を逃れて、エアコンなしで穏やかに眠れる夜の価値が都市部のタワーマンションを上回るという驚きの逆転現象が起きています。エアコンなしで眠れる夜が高級タワーマンの夜景より価値がある時代。なんだかすごくリアルですね。さらに重要なのが水害リスクの観点です。先ほど触れた線状降水帯による急激な氾濫や0メートル地帯の海面上昇リスクを物理的に避けるため、人々は高さと地盤の強さを求めています。高さだけじゃなくて地盤もですね。
資料では武蔵野台地の西側など古くからの強固な地盤を持つ内陸の広大が再評価されていると指摘されています。なるほど。水害リスクが極めて低く地盤が強いというだけで、その土地にはプレミアムな資産価値がつく時代になっているのです。高さと地盤の強さが自分たちの命と資産を守る盾になるわけですね。そういうことです。でも資料を読み進めていくと、盾になるのは高さや地盤だけじゃないことに気づかされます。続いて究極のインフラである水・峡谷地域の台頭について見ていきましょう。はい。気候変動って聞くと、私たちはどうしても40度の酷暑とかゲリラ豪雨で水しみしみたいなことにばかり目が行きがちですよね。そうですね。でも実は全く逆のベクトル、渇水リスク、つまり水が枯渇するリスクが非常に深刻な問題として浮上しているんです。これを全体像と結びつけてみると、水資源の確保がいかに産業の維持、ひいては都市の生存に直結するかが明確になります。と言いますと、飲料工場、データセンターの冷却など、さっきの。あらゆる先端産業の血液なのです。つまり、水が止まれば経済そのものが止まってしまうと。そういうことです。渇水リスクが全国的に高まる中、福井県の大野市や長野県の安曇野市のような豊富な自本水や豊かな地下水脈を持つ自治体が水強固地域として熱い注目を集めています。水強固地域、新しいキーワードですね。はい。これらの地域は干ばつに強い安定した水資源を求めて工場が次々と移転してくるため雇用が生まれます。雇用が生まれれば人も集まりますね。結果的に不動産価値を急速に高めています。2031年に向けてさらにその価値を維持・上昇させると予測されているんです。水というこれまでは蛇口をひねれば当たり前に出てくるものと思っていたインフラが、実は未来の資産価値を担保する最強の盾になる。これは本当に目から鱗の視点でした。リスナーのあなたもぜひご自身の地元やこれから移住を検討している候補地の水脈や地下水の状況をチェックしてみてください。とても大切な確認作業です。それがあなたの未来の資産を守る鍵になるかもしれません。さて、ここまではどこに住むかという場所の話をしてきました。はい。ここからはどのように住むか、どう適応するかにフォーカスしたいと思います。テーマは物理的防衛と動的適応。具体的には遮熱とダイナミックライフです。今の住宅のアップデート事情、すごいことになってるんですよね。はい。これまでの日本の住宅の常識といえば、冬の寒さに備えて室内の熱を逃がさないための断熱が中心でした。はいはい。断熱材とかよく聞きますね。しかし、2026年現在、リフォームの概念は、夏の酷暑を物理的に外へ弾き返す遮熱へと完全にアップデートされています。断熱から遮熱へ。つまり、保温ボトルから太陽光を跳ね返す鏡の盾に変わったようなイメージですね。まさにその通りです。既存の住宅でも窓ガラスに貼る特殊な遮熱フィルムや屋根や外壁の表面温度を劇的に下げる高反射塗装が標準仕様となりつつあります。すごいですね。さらに都市開発のレベルではシミュレーションソフトを用いてビル風や海風を利用した風の道を緻密に設計するなど、風の道。熱から身を守る熱シールドビジネスが巨大な市場を形成しているんです。家や街そのものをシェルター化するわけですね。そして防衛するのは家だけじゃありませんよね。個人の防衛も劇的に進化していますよね。はい。ちょっと前まで日本には季節の変わり目に色替えをするという文化がありましたよね。週末に家族で夏服と冬服を入れ替える、めんどくさいけど季節を感じる行事です。ありましたね。でも今の急激な気温変化ではもはやカレンダー通りの入れ替えなんて不可能になりました。代わりに登場したのが、これすごいですよね。パーソナルサーマルシールドです。ペルチェ素子を活用したキルエラコンなどのウェアラブルデバイスですね。ペルチェ素子って小型のワインセラーとか冷蔵庫に入っている電気を通すと片面が冷たくなってもう片面が熱くなるっていう仕組みですよね。ご名答です。数年前までは炎天下で働く工場や建設現場の作業員の方が着る特殊な装備というイメージでしたが、今はそれが技術の進化で薄型化し、日常のファッションに完全に組み込まれています。街を歩いててもみんな着てますもんね。スマホを充電するように服を充電するのが当たり前になり、単なるガジェットの枠を超えて自分の身体の周囲だけを過酷な外気から切り離すシールドとして機能しているんです。家全体とか街全体を冷やすんじゃなくて、自分自身を透明な冷蔵庫のバリアで包んで外を歩くような感覚なんですね。だから昔みたいな入れ替えの概念が消滅したわけだ。おっしゃる通りです。
色替えという情緒的な文化の消失は、私たちがもはや自然のサイクルをコントロールしたり、それに優しく寄り添ったりすることができなくなったことの証でもあります。なるほど。そして、この変化は、定住という概念すらも揺るがし始めているんです。つまりこれってどういうことなんでしょう？一箇所にずっと住み続けること自体がリスクになるっていうことですか？そういう見方が急速に広がっています。特定の場所にとどまって災害や異常気象の直撃を受けるリスクを避けるために、はい。夏は涼しい北海道や高原地帯、冬は比較的温暖で水害リスクの少ない本州の広大といったように、ええ。季節や気象データに合わせて移動する季節移動型サブスク住宅の利用が急増しているのです。サブスクで家を渡り歩く。家具付きでもちろん高速通信が完備された住居ネットワークを利用するわけですね。このデュアルライフあるいはマルチハビテーションはもはや一部の富裕層の贅沢や趣味ではありません。趣味じゃない。気候変動に対する極めて合理的なリスク分散戦略なのです。リスク分散戦略ですか？過去の経験則や暦を捨て去り、AI が翌日の気温や気象リスクを正確に予測して、あらゆるサービスの価格や私たちの行動を最適化する。これを資料ではダイナミックプライシング、すなわち動的価格設定と呼んでいます。飛行機のチケットとかホテルの宿泊費みたいに需要と供給で価格が変わる仕組みが生活のあらゆる部分に入り込んでくるわけですね。その通りです。タクシーの配車料金からピーク時の電力消費、移動先のサブスク住宅の家賃、さらにはその日食べるべき食材まで。食材までですか？リアルタイムのデータに基づいて生活を動的に設計し続ける。このダイナミックライフへの適用こそが、過酷な環境下での生存と幸福を両立させる現代の最適解として提示されているのです。いやー、あっという間にものすごく深いところまで潜ってきましたね。今日の深掘りを通じて見えてきた2026年の日本の姿、いかがだったでしょうか？非常に示唆に富んでいました。私たちがかつて大切にしていた自然との情緒的な共生という幻想は一度手放さざるを得ないのかもしれません。でもそれは決して絶望ではなくて、データとテクノロジーという新しい武器を手にして自らを防衛し、適応し、再設計していくという新しい時代の豊かさの始まりでもあるんだなと感じました。重要なのはこの劇的な環境の変化を単なる被害や悲劇と捉えるのではなく、最新技術を駆使して自らの生存確率を高め、幸福をデザインするプロセスそのものを楽しむ姿勢です。楽しむ姿勢ですね。はい。100年前の地図や暦を見て嘆くのではなく、目の前にあるデータを読み解き、しなやかに変化し続けることこそが、次世代の生存適応能力と言えるでしょう。変化を楽しむ、まさにしなやかな強さですね。さて、最後にあなたへのメッセージとして、今日の資料を踏まえた少し刺激的な思考実験を専門家から提示していただきたいと思います。はい。ここで一つ、極めて重要な疑問が浮かび上がります。何でしょう？ AI のデータとダイナミックプライシングに従って季節移動型のサブスク住宅を渡り歩き、外出時は常にパーソナルサーマルシールドで身体を覆って生きる未来。はい。もし私たちが完全に定住という概念を手放し、データに導かれるままに移動し続ける気候ノマドになったとしたら、気候ノマド。私たちがかつて大切にしてきたふるさとやご近所付き合いといった地域コミュニティの概念は一体どうなってしまうのでしょうか。テクノロジーによって生存確率を極大化することは人間にとっての究極の自由なのでしょうか。それとも帰るべき場所を持たない根なし草への序章に過ぎないのでしょうか。究極の自由か根なし草か、ものすごく深い問いですね。どこに住むのが正解なのか、それを突き詰めていくと、帰るべき場所とは何かという哲学的な問いに行き着くわけです。そうなりますね。ぜひリスナーのあなた自身にとっての未来の住まい、そして最終的に帰るべき場所とは何なのかについてじっくり考えてみてください。本日の深掘りがあなたの未来のライフスタイルを設計する何かのヒントになれば嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた深いところでお会いしましょう。